てくださいよ。この状態で今鳴ってるのは実はこいつなんですけど、これね実はですね、このミディのところからこういうのがあって、これリフェイス、ヤマハのリフェイスですけど、ここにミディ端子がねこうあるんですけど、ここになんかこうカメラさん見てください。こうなんかついてますね。こう黒いやつが線のケーブルがあるやつ。これが今回紹介するですね、キッコサウンドの MI1 ケーブルってやつで、これがね、今接続は今ミディのインアウトがつながっていて、でこちらノードラック3のここ見てください。ミディのアウトとインのところにこの白いやつ、こっち側は黒いんだけど、黒い方から白い方に信号が送られていて、今バリバリ私が弾いてると。で今これミディだけですね。これオーディオつながってないんで、このリフェイスはね。もうまさにノードラック3が鳴っております。このね、この MI1 ケーブルの凄さ、今弾いて分かる通り、ほとんどレイテンシーがない。バリバリに弾けてしまうという。例えばこういうベースもね、こういうベースとほらレイテンシーがもろに出ますが、もう完璧に弾けます。このレイテンシー素晴らしいですね。低レイテンシーね。これもう普通にワイヤレス状態でつながってる状態なんで、もうどこまでももう離れても大丈夫。もうステージではもう完璧だね。このね、こんだけレイテンシーがないと非常に普通に弾けてるという楽しさっていうか、とても良いですね。MI1 ケーブル、このペアで黒いのとここにある白いのがつながってるという状態ですね。さてね、今度はですね、このミディシーケンサーをちょっと出しまして、ここにある、ウォルドルフのマイクロウェーブっていうものすごい名機の古い音源を用意しましたけど、こちらでやったね、このリフェイスとノードラック3ね、つなぎましたけど、今までだったらこういうミディケーブルをつながなきゃいけなかったわけですよ。これね、動き回るにはやっぱり10メートルぐらいないともうね心もとないんだけど、そうするとね、ミディって、遅れもすごいし、長くなればなるほどね大変だったんですよ。それがもうこういうことができてしまうという、これがこれに置き換わるということなのね。さてこのキッコサウンドの MI1 ケーブルっていうのは、この今のリフェイスからこちらに送っていくパターンっていうのは、この黒いやつと白いやつ、これ黒白で1セットになってるんですけど、この黒から白に行くパターンっていうのはものすごい低レイテンシー。今度はね逆で、今度白から黒へ、これはね、ミディタイムスタンプっていうのがあって、それを、重点的に優先するという形でタイミングが優先されるんだね今度。実際につなぎ方なんだけど、これよくできてて、ここにカメラさん見えますかね、トゥーアウトとかトゥーインってちゃんと書いてあるんでね、この通りに、ここミディインなんで、このトゥーインか、トゥーインでね、こちらをこう刺すとね、刺します。でこちらもこれトゥーアウトなんで、このミディアウトに刺すと。で当然こちら側も音源側も黒いのが、インとアウトにつながっているという状況です。もう完全にセットアップできている状態で出荷されているので、もうつなぐだけ、もうケーブルいらずですから、もう自由に動けばありますから。そうするとこの今これステップシーケンサーですけど、これが
に正確なタイミングになってるんだね。こっからこっち側の行ってこれ、白から黒のバージョンで、完全にタイミングを重視した形でもう一糸乱れぬパターンでこう。全くこの状態ですから。もう本当に最高ですね。さて、もう一つ考えられるね、よくあるパターンっていう感じで。このね、自分で作ってる、DAW での環境っていうのは、私なんかもそうなんだけど、皆さんもそうだと思いますけど、ミディインターフェース使いながら、大体ソフトシンセでまとめてるパターンがほとんど多いと思うのね。思うんですよ。例えばですよ、こういったバッキングがあって、ちょっと鳴らしてみますね。こんな感じの。とりあえずなんかバッキングできたと。そこでこの今ミニモーグ、がありますけど、これが、この感じいいよねって言ってノートデータをこうやって打ち込んだぞというようなシチュエーション。これは皆さんもよくやると思うんだけど、これ鳴らしてみるとこんな感じだと思うんだよね。これは今ミニ V がレとドで、こいつのアルペジエータで鳴ってるって感じで、やっぱりでもな、これをちょっと、遠くにあるんだけど、このアナログの音源で鳴らしたいんだよねと思った場合、今ちょっとシチュエーション上近くにありますけど、そういった場合は、こういったインターフェースの MIDI アウトからうーっとつながなきゃいけないわけですね。こうやってつないで、裏に回ってつないでみたい。しかも結構遠かったりしてね、音源使ってる音源がもう結構ラックの向こう側にあったりしてた。これはね、一苦労なんですよ。でもそういう時には MIDI コード使わないでこれを使えばいいんですよ。これもやっぱタイミング重視なんで、この MIDI インターフェースにもインとアウトがあるんで、to in こっちだな、入れて、これ to out だね、アウトここに挿してと。で今もうこいつには、黒い方だから白黒なんでこれタイミング重視になってるので、この状態で今このミニ V を鳴らしていた MIDI データをそのまま下に持っていってという感じに、しちゃいましょうかね。このグリッドの感じで、OK。でこの、MIDI データをそのままこの MIDI アウト経由でこいつを鳴らしてしまうという。これは楽ちんですね。これね、例えばこう。この感じというふうに、簡単に鳴らすことができる。まさにこれが入れ替わる。もちろんこれ今、全音符のデータですけど、これにまたねこの、これキューベースですけど、キューベース上にアルペジエーターのプラグインがあるんで、これで同じように鳴らしているというわけなんです。というように、DAW すなわち自分の、これ制作環境の中にもちょいとつなぐだけでできてしまうというね。便利な世の中になりましてね、最高です。さて、このキッコサウンド MI1 ケーブルね、もう完全にセットアップできている状態で出荷されているので、もうつなぐだけ、インとアウトを相互につないで、レイテンシーの優先の場合は黒白でつないで、タイミング優先の場合は白黒でつなぐというね。ただそれだけです。もう素晴らしい。これはぜひ皆さんもアイディア次第でいろんなことができると思うんで、しかも便利に使えると思うんで、ぜひ試してもらいたいと思いますね。キッコサウンドの MI1 ケーブルでした。